皆さんどうもこんにちは。今回は多分そいつ今頃パフェとか食っているよを要約していきます。こんな名言があります。お芝居と同じように人生にも上手な人と下手な人がいるのよ。皆さんは上手に人生を生きていますか？それとも下手に人生を生きていますか？今の時代は悩みが本当に多いと思いますよ。仕事の悩み、友人関係の悩み、恋人や家族の悩みなどです。SNS が普及したことで人と比較することによって今まで感じなかった悩みを抱える方も多いと思います。この本の著者のジャムさんも人間関係で嫌なことがあってずっと悩んでいたそうです。そんな時に友人がジャムさんに言ったのがこの本のタイトルにもなっている多分そいつ今頃パフェとか食っているよでした。どういうことかと思うかもしれないですが、その嫌なことを言った相手は今頃パフェとか食べながら楽しんでいるよ。つまり相手はひどいことを言っているのに全く気にしていないよということです。そこからわかることというのはこちらが悩んでも全く意味がないということです。相手が悩んでいないんだったらこっちも悩まなくていいのです。この本には嫌な気持ちを引きずらないための考えのコツが全部で64個書かれています。その中から厳選して11個について解説していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。一つ目、嫌な人のことを考えてしまうという話です。誰かにネチネチと文句を言われたり理不尽に怒られたりするとすごく嫌な気持ちになりますよね。すぐ忘れたくても思い出してしまってイライラモヤモヤしますし、そんな時はやりたいことも手につきません。でもそれは自分にとってすごくもったいないことなのです。嫌な人のことを考えることは自分の頭の中が一つの家だとすれば、その人と一緒に住んで代わりに家賃を払ってあげるのと同じことです。そう考えると、なんで自分がこの人のために家賃を払わないといけないんだと思いませんか？それこそがモヤモヤをなくす鍵なのです。嫌な人に家賃を払うことが無駄だと感じるように、その人のことを頭の中で考え続けることも皆様の大切な時間を奪ってしまう人生の損失なのです。もし嫌な人のことを思い出してモヤモヤした時は、これ以上この人に家賃は払わないぞと思えるようになると、心のモヤモヤも少しずつ小さくなります。二つ目、会社の人間関係がしんどいという話です。人生は人間関係が非常に重要です。人間関係が良ければ幸せな人生を送ることができます。ですが、職場の人間関係を選ぶことは難しいですよね。職場には生意気な後輩やコロコロ言うことが変わる上司がいたりします。威張っているその人たちというのは会社の中で偉いだけです。一歩外に出たらただの若造だったりおじさんということです。ただの人だと考えることです。この人が威張れるのはここだけなんだな。このように考えることによってメンタル的にも楽になると思います。三つ目、自分のことを大事にできないという話です。他人を優先して自分のことを後回しにしてしまったり、辛い状況に追い込んでしまったりしていませんか？例えば会社でもうすぐ帰る時間にちょっとこれお願いしてもいい？と頼まれると断りにくいし、相手も困っているのでつい引き受けてしまい、そのまま残業なんて経験がある人もいるかもしれません。誰かのために苦労することは時には優しさではなく自分の首を絞めてしまう原因になります。しかし自分優先だとわがままみたいで嫌だなと思う人もいるかもしれません。そういう人はぜひこう考えてみてください。自分を大事にすることは自分だけではなく大切な人のためにも良いことである。家族や恋人や友人など皆様が自分を大事にできなくて疲れていたり傷ついていたりすると心配する人が必ずいます。周りの人のことを優先しがちなら、まずは大切な人のためにと考えてもいいので、自分優先の行動をしてみましょう。4つ目、リアクションすることが多すぎるという話です。例えば LINE や Gmail で通知やメッセージが来たりしますよね。それで返事を返さなきゃ、そう考える人は多いです。特に日本人というのはお返しの文化が強いです。しかし SNS を返す文化はなくてもいい、そう考えてほしいと思います。5つ目、既読スルーされて落ち込むという話です。既読スルーされていると考えて落ち込む人も多いです。でも実際に相手が忙しくて今すぐ返せないケースも多いと思うのです。自由に携帯を見れない人、あるいは文章を書くことが苦手な人もいるのです。ネガティブに考える人はこのように考えてしまいます。返事くらい仕事の合間でもできるぞとか、通知設定しておけばすぐわかるぞと考えてしまいます。でもよくよく考えると、
ツールを使っているのは人間なのです。ツールはもちろん進化していってますが、人まで進化したわけじゃないということです。また、自分と同じことを周りの人も全部できるわけじゃないということを理解してほしいと思います。6つ目、自分の悪口を言われていると感じるという話です。SNS で愚痴のようなコメントを見ると、それって自分のことを書かれているのではと気になる方も多いと思います。そのコメントに不安になったり落ち込む方もいると思います。全く関係ないのに気にしてしまうことは実際多いと思います。でも考えてみてください。街を歩いていると様々な景色が目に入ってきますが、ゴミ置き場が目に留まったからといってゴミを持ち帰る人はいないですよね。世の中には綺麗なものも汚いものもあります。これと同じく世の中にはネガティブな言葉だけではなくポジティブな言葉もたくさんあります。せっかくだったら汚い言葉や悪口を見るのではなくて、綺麗な言葉、いい言葉をしっかりと見ることです。どうせ拾うのであれば良い言葉をたくさん拾ってほしいと思います。7つ目、人からの嫌な言葉に傷つくという話です。他人から嫉妬、愚痴、悪口を直接言われて、このような言葉に傷ついて落ち込む方は多いと思います。そんな方は次のように考えてください。嫌な言葉は呪文です。呪文であれば気にしなければその魔法は効かないということです。嫌な言葉というのはゲームの世界での魔法の呪文によく似ています。魔法というのはどんなに強い呪文でも当たらなければ効かないです。ゲームをやっている方はわかると思います。嫌だなと感じたらかわしたり逃げたりして当たらないようにすることが大事です。そして魔法には人を傷つける呪文だけではなく、人を癒す、回復させる魔法もあります。どうせ言葉の魔法を使うのなら嫌な言葉ではなく、人を癒すいい言葉に注目してほしいと思います。8つ目、自分の意見をうまく伝えられないという話です。緊張で頭が真っ白になって会議でうまく発言できなくて自分のことを責めてしまう人もいるかと思います。そういう時は落ち込む前に不安になる理由を一度考えてみてほしいです。皆さんに原因があるわけではなくて、話しにくい雰囲気を作ってしまう周りの人も未熟なんだと考えてください。実際に話しにくいケースというのは自分が話せないのではなくて、話しにくい空気を相手が作っていることもあるということです。だから心配しないでください。9個目、人と比較して自分に落ち込むという話です。あの人に比べて自分は全然仕事ができない。そう考えて人と比べて仕事ができない自分に落ち込む人が多いと思います。人と比べても仕方がないのです。人と比べたら負けだと思うのです。どのような分野にも上には上がいるからです。そもそもなぜ私たちは人と比べてしまうのでしょうか。それは自分が相手に近い実力を持っている自覚があるからです。そして実際に相手と比較してみて自分が劣っているから落ち込むのです。本当に勝負にならない相手と比べたりしないということです。例えば羽生さんよりもスケートが下手だったとしても落ち込まないと思います。またイチローよりもヒットが打てなくても落ち込まないと思います。まず比べようと思わないじゃないですか。そこに届くだけの実力が自分にあると思うからこそ、今できていないことに悩んだり落ち込んだりするということです。だからこそまずはできるだけ自分に近い人を目標にしてみることです。そしてその人がやっていることを自分もやってみて達成できたらもっと目標を上げてみることです。小さな成功が増えていけば自信もつきます。落ち込まずに前に進めます。目標は目に見える高さからで良いということです。10個目、自分に自信が持てないという話です。自信がない時には過去に自信を持っていた時のことを思い出すと良いです。そして今まで自信を持ってないのであれば、今までも自信がなくてもやってこれたということです。だから別にこのままでいいということです。そう思うと気持ちが楽になれると思います。自信なんてなくてもなんとかなると思うことです。自信がない時には過去に自信を持っていた時のことをしっかりと思い出してみてほしいと思います。11個目、人から褒められても素直に受け取れないという話です。人から褒められることが苦手な方は多いと思います。そして褒められてもいやいやそんなことはないですとすぐに否定してしまったりします。むしろ自己評価が低いのは天狗になるより良いことだと考えている方が多いです。このような過度な謙遜は褒めてくれた相手に対して失礼になります。せっかく相手が褒めてくれているのに、いやそんなことはないよということは、お前は見る目がないと言っているのと同じだと考えてください。
自信がないと言いつつ、自信たっぷりに相手の評価を否定しているということです。では、褒めてもらった時にどのように答えればいいのか。これはシンプルにありがとうと言えばいいです。自信というのは自分のためではなくて、評価してくれた人のためにも必要だと思います。褒められたらありがとうと言えるような人間になってほしいと思います。本日のまとめになります。嫌な人のことは考えない。嫌な人に家賃を払っているのと同じだから。会社で威張っている人たちは一歩外に出たらただの若造やおじさんである。大切な人のために自分優先の行動をしてみる。SNS で返信する文化はなくてもいいと考える。ツールは進化しているが、人間まで進化したわけではない。どうせ拾うならいい言葉を拾う。嫌な言葉は呪文と同じ。当たらなければ聞かない。話しにくい雰囲気を作っている相手が未熟だと考える。自分に近い人を目標にして行動してみる。過去に自信を持てた時のことを思い出してみる。褒められたらありがとうと言えるようになる。今回は以上でございます。この動画がためになった方は、私のやる気アップとさらなる動画のクオリティアップにつながるので、高評価ボタン、チャンネル登録、どうぞよろしくお願い申し上げます。ではまた次の動画でお会いしましょう。本日はご清聴ありがとうございました。